こんにちは、加藤です。今日は透明なものファンの皆様に向けてワイングラスをデッサンしていきたいと思います。鉛筆がステッドラーの HB から FH2H と練りゴムです。画面のサイズは A4 くらい。だいたいどの辺に入れようかな。この辺に若干ね、左下に影ができているのでこの辺に入れようかな。グラスがあってステム、この足の部分があってで下の台座の部分があって、最初は当たりをつける際にこう柔らかくこんな感じで大まかな位置配置を見ていきます。だいたい横幅この辺にしておこうかな。こんな感じで捉えていこうかな。線を束にしてふわーっと大まかな位置を捉えていきます。何度も書き直しながら線をいっぱい引きながら、徐々にですねそのらしさが捉えられるといいかなと思います。はい、だいたい幅決めました。この辺この辺この辺、中心がこの辺り。水が入っていて、でこんな風に丸くなってお椀のようにこんな感じに。ただここで気をつけたいのはあまり強い線を引きすぎないで、柔らかいトーン、柔らかい調子で鉛筆で当たりをつけています。大まかな当たりをつけたらステムの部分がどこまで来るのか、下ここまで楕円がこんな感じ、そして、この辺りまで台座ステムが来るかな。で意外にこれ細いんですよね、シュッと。だけどまっすぐではなくて下に向けてちょっと広がっている。はい、大体の当たりがつきました。でここから形をもうちょっと丁寧に見ていこうと思うんですが、その前にガーゼを使います。こういった結構黒く使い古したガーゼなんですけど、これに前に紹介したこのプリングルスの容器に紙やすりを入れたやつ、これずっと鉛筆を削り続けていたので中に黒鉛の粉がね結構溜まってるんですね。黒鉛をガーゼにつけて、これを使って画面をちょっと汚していきます。ふわっと汚していきます。はい、手が真っ黒になりましたけれども、少し画面に汚れ、調子トーンをつけられたかなと思います。でなんでこんなことをしたかっていうと、グラスって透明じゃないですか。透明なものを白い紙に書こうと思った時に一番明るいところっていうのは紙の白さよりも実は明るく光って見えてるんですよね。でその紙にデッサンする上で光ったものを表現するためにはどうしても紙以上に白くすることはできないので、紙の白さをそのハイライト、一番光ってる部分に相当させてあげなくちゃいけない。そのためには、周りの調子トーンを少し落としてあげる。その落としてあげることでハイライトがハイライトらしく見えてくる。そういった効果を狙ってちょっとだけ画面全体を汚してみました。で、ここをベースに今 HB 持っていますけれども、調子にちょっとムラがあるようなところ、ガーゼで汚しただけだとどうしてもムラができちゃうので、もう少しムラがなくなるようにちょっとね全体的にこうやって
タッチを重ねて、そのハーフトーン、明るいグレーの調子をもうちょっと付け足してあげます。こんな感じで。で、どうしてもこう手の跡みたいな、変な手をついた跡みたいな汚れっぽい感じができたところは丁寧に潰していきます。といっても大体こんな感じで、大まかにですね、この辺くらいか。左下影できているので、この辺少し暗くしておきますけど、大体こんな感じで。グラスの位置が決まったら、画面の中の暗いところをちょっと調子をつけておく。先にこれ、下処理をしておきます。これやっておくことで、練りゴムで絵を描いていくことも同時にできるようになるんですね。デッサンっていうと鉛筆だけで描いていくイメージですけれども、私はこの画用紙に鉛筆で描く、通常のデッサンにおいては練りゴムでも同時に描いていける方が効率がいいと考えています。なので最初にちょっとね、ベースになるトーンをこうやって乗せておきます。で、やっぱり必要ないなっていうところは練りゴムでちょっと取ったり、汚れを目立たないようにちょっと調節しておきます。はい、こんな感じで、必要なトーンをね、今つけておきました。はい、このくらいでね、ちょっとくらいムラがあっても気にしないで先に進みましょう。はい、ベースができました。 OK ですね。じゃあここから形をもう一回取り直してみます。まず横幅が、上の楕円、この辺りに設定しましょう。ただあんまり強く濃く描かない、柔らかく、調子を、強い線を引くと後でその線が邪魔になってくるんですよね。実際、透明なものを描く際に透明じゃない色が濃く見えるところ、反射していたり光が映り込んでいたり反射していたり、そういったグラスを通して見える向こう側だったり映り込んでいる室内だったりを描くことでグラスの透明感っていうのは表現されるんですが、その際にこの輪郭線が強くはっきり入りすぎていると、いかにも絵で描きましたっていう、ちょっと嘘っぽさがどうしても出ちゃうので、ここではあまり輪郭線を強く引きすぎないで、どっちが明るいか暗いかってはっきりしたコントラストがはっきりしたところははっきりしたように描きますけれども、それ以外のはっきりしないところははっきりしないままぼんやりと描き進めていきます。例えば今ここの右サイド、ここは紙の、明るさ、ベースの明るさよりもグラスの右側面の方がより明るく見えてるんですね、ここ。なのでハイライトとして紙の白さをうまく利用して使いたいなと思っているところです。なのであまり鉛筆では輪郭線を強く引かないようにしている、そういったポイント。あと左サイド、この辺りは結構形がはっきり見えているので、他に比べてちょっと強めに、調子をつけています。わかるような感じで。あと同じようにこの水面のこのエッジ、ここもはっきり見えているところははっきり描いていきます。HB の鉛筆のちょっと筆圧を上げた調子で描いていきます。ただ全部が全部はっきりしているわけじゃなくて、後ろ側、裏側、この奥側は結構ぼやけた感じに見えているので、この程度にしておきます。はい、上の部分、大まかな一番暗いのがここ、ここ、そして右下、ここ3箇所くらいでしょうか。こんな感じで暗いところだけを見つけて、そこだけに調子をつけています。頭の位置をちょっとね、右にずらしたり左にずらしたりするだけで調子がこう変わって見えてくると思うんですね。こう頭を振りながら形の一番暗いところを探っていきます。
で、もう一回形取り直します。ここが中心、この辺りが中心で、左右のステムの左右横幅が結構細いので、こんな感じで捉えていきます。中心に対して左右が対称になるように。で、横幅は、この、グラス本体の幅よりもちょっと狭い、細いかな。垂直なものを当ててみたときに、ちょっと内側にこう下に向かってすぼまるように入り込んでいる、そんな感じがするので、この辺り、見えているのは左下、ここはっきりしてますね。ここはっきりしている。この辺はボケている、ぼんやりしている。この辺もはっきりしている。形が、シルエットがはっきり見えるところは見えるように描きます。ぼやけて見えないところは見えないように描いていきます。特に左下と右上、この辺りが形がはっきりしている感じでしょうか。ここまで HB だけで描き進めてきましたけれども、大体の印象こんな感じで、暗く見えるところだけを拾って手を入れています。大まかに、大雑把にふわっと調子をつけながら、あとここはこうレンズ効果というか、光が、このグラスを通して床に落ちている、明るく見える、光が集まって特に明るく見えたり、影が集まって暗く見えたり、そういった床に落ちる影を描くことでグラスとの距離感、グラスが垂直に立っている感じを表そうと思います。タッチの向きなんですけれども、斜め上から見下ろしている時のこの角度を意識しつつ、どのくらいのタッチの角度がいいかなと気にしています。あまり立ちすぎるとテーブルが立ち上がって見えてくるので、ある程度その寝かせたタッチ、寝かせたっていうのは紙に対する鉛筆の傾きだけじゃなくて、このタッチを引く角度が垂直よりもだいぶ水平に近い、こういう角度だったり、こういう角度だったり、垂直よりも水平に近い寝た角度、こういった角度を意識してタッチを入れていきます。はい、ぼやけていますけれども、全体の感じなんとなくつかめたと思います。あとここからもう一段階暗いところ HB でもう少し追求していきます。例えばこの辺もちょっと暗い、この辺もちょっと暗い、この辺もちょっと暗い。見ての通り形はまだねそんなに正確性が高くないっていうか、大まかな感じでぼやっと捉えています。なぜここまでぼやっとさせているかっていうと、結構ね私練りゴムを使って形を整える方が、このグラスの場合は透明なものを描く場合はうまくいくと思うんですね。なので鉛筆で形を決めるのではなくて、練りゴムを使って、消しゴムを使ってエッジを整えていこうと考えています。そのためにはまずねベースになる調子トーンがね全体についていてほしいんですよね。そのために真っ白い紙のままにしておかない、全体的にちょっと調子をつけてトーンをつけておきたい。はい、こんな風にぼやーっとした感じなんですけれども、形を捉えていきます。さてここで鉛筆を F に持ち替えました。上のこの楕円、形をねちょっと丁寧に正確に捉えていきたいと思います。ただ見えているのはここ見えてないんですね。ここ形が見えない。でエッジが見えてるのはここから後ろにかけてこの辺は形がはっきり見えている。この辺もはっきり見えている。そういうはっきり見えているところに限って線を、強い線をはっきりと入れていきます。こんな風にここまで、この辺まで見えているところはここからここまで、あと左サイドはもうちょっと手前、
この辺りまで書き入れておきます。一番、線が太く見えるのはこの両サイド幅の広く見えるところ、この辺なんですね。この辺で徐々に薄く細くなって向こうへつながっていく。向こうはね結構薄い細いんですね、線がね。ここで補助線も消していきます。線はなかなかね一発で一本ピシッと引けないこと多いと思うので、継ぎはぎでいいと思います。線を何本も引きながらいい線だけを練りゴムで、消し残していく感じで、描いた線の実線のいいやつだけを最終的には残してあげましょう。はい、ここから始まって、ここからぐるっと一周回ってここまで。ここは何も形を描いていないです。その代わり手前のグラス面、ここね結構紙の白さに比べると暗いんですよね。ここの調子をしっかり入れておきます。ここからここまで、グラスが真っ白透明じゃなくてちょっとね調子トーンがついているので、ガラスの表面手前側自分側のガラスを今書き入れています。でここまで、一番端っこは入れていないです。ここに関してはこれねバックの方がちょっと暗いんですよね、バックの方が。なのでこの地の部分、背景円形グラスの向こう側に調子を入れておきます。後でね練りゴムでグラスの方を描きたいのでベースになるバックの方を描いておきます。垂直な壁が、水平なテーブルにつながっていくので、この辺りからは水平を意識したタッチ、この辺りよりも上はちょっと垂直な壁っていう感じで、こんな感じで薄く調子をつけておきます。で余計なムラはちょっと取っておきましょうね。はい、ベースができました。大体こんな感じで、ここがねちょっとねタッチがはみ出すぎてたんですね。ガーゼで撫でて、余計なこのガイドラインがちょっと今邪魔してるので、ガイドラインちょっとなくしておきましょう。最初に引いた十字線そろそろ邪魔なのでなくしておきます。はい、ベース決まりました。こんな感じで、あとねなるべく手でこするのは、控えた方がいいと思います。どうしても手の油がつきやすいので、ぼやけ方がなんか汚れっぽくなりやすいんですよね。なので私はあんまり手でこするのは推奨しないです。で形を丁寧に見ていきます。まず右の端、ここはこの辺まで、で内側の形はこんな感じ。形がギュッとね水面で屈折して、今室内が映ってるわけですけれども、ここで HB に持ち替えました。結構強い色がここにあるので、ここには強い色を HB で入れていきます。で不定形って少しこう歪んだような変な形がここに見えているので、正直にその変な形を描き入れていきます。ここはもう本当に見えている形を探りながらその不定形を描いていく感じです。ここはどうしようかな。やっぱり鉛筆の先で形の終わりを決めていきます。このくらい輪郭がはっきりしているので、先端を使って
こんな風に書いておきます。右下のカーブ、なかなかカーブの傾きが決まらないかもしれないですけれども、左右を同時に書くんじゃなくて見える形だけ書いておきます。そしてここのステムの部分、足の部分は、左右がこの辺で、右サイドがちょっと暗く見えている。グラデーションが右サイドが暗くて左サイドはちょっと明るい。はい、こんな感じでしょうか。左サイドも、際がちょっと暗いので少しだけこんな感じで調子をつけておきます。はい、もう一回形見直します。裏側の形、奥側の形、ここは、ハイライトみたいなちょっと明るい形、明るい色が見えています。右サイドは結構暗い。この辺ももうちょっと暗い。ここはほとんど色がないですね。ここ透明な感じ。床がそのまま透けている。ただ紙の白さほどは明るくないのでちょっとだけ調子をつけておきます。手前はどこまで来るのかな。この辺まで形の終わりを決めていきます。結構このね台座の部分厚みがあるので、そろそろこの辺りから厚み表現をしていきます。1ミリ2ミリ弱くらい、このくらいの厚みが感じられる。鉛筆を立てて先端を使っています。 HB の先を使って形を見ていきます。ここは、断面が後ろ側に回り込んでいくところなので、まずはこの厚み表現を後ろに向けて、でここはよく見たら、厚みの左下に影が落ちてるんですね。これは影、よく見るとここ一段ずれが生じているので、どこまでが厚み表現で、ここまでが厚み表現で、ここからは床に落ちる影を表現している。これ影の暗さです。グラスを透けて見えている床に落ちる影を今描いています。この辺り、この辺り、これは影、ここは影ですね。この辺り、はい、左下も形捉えていきます。まずはグラスの終わりを決めて、で床に落ちる影を描きます。ここが影。厚み1ミリちょっと分があって床に影が落ちている。ただこの厚み表現もずっと同じ太さで、線が2本上と下とつながってるわけじゃなくて、いつの間にかこの辺り見えなくなってるんですね。その代わりにここに床に落ちる影が見えてくる。はい、こんな感じで正直に描いていきます。これが影、床に落ちる床を今描いています。床に落ちた影がこんな感じであって、で幅が今ちょっと広くなりすぎましたね。練りゴムで少し削り取ります。ここね、ちょっと広くなりすぎた。はい、こんな感じかな。一番明るいのがこの辺、ちょっとピカッと光って見えるところ、この辺にもちょっと光って見えるところ、あとここにハイライトが、床に落ちた光が、これ蛍光灯の形なんですけれども、蛍光灯の光が落ちている。二重三重にちょっとブレた感じに、こんな感じで落ちている。あと重要なのがこの部分がすごく明るいんですね。ここね、ここに不思議な変な形が、光が入り込んでる。ここにも変な形が入り込んでる。こ
こにも入り込んでる。いくつかハイライトを見つけて書き入れていきました。はい、ここまで来たらちょっと練りゴムで書く作業に入っていこうと思います。まず右上のハイライト、このグラスの形、輪郭をここ取らなかったんですけども、いつの間にかこの線はここにつながる。グラスの縁の形がここですね。ここまでがグラス、ここから下がガラスの部分。ちょっとしたトーンの差なんですけれども、こんな風に、練りゴムで抜いた白い色で形を決めていきます。練りゴムの形がうまく書ききれないところは鉛筆でフォローしてあげます。どうでしょう。なんとなく少し透けている、ガラスが透けている感じ出てきたんではないでしょうか。はい、思い切ってハイライトを入れます。ここですね、右サイド。バックよりもグラスの方がちょっと明るく見えているので、グラスの方を練りゴムで描いていきます。で、抜いたままだと抜きっぱなし明るすぎるので、鉛筆で少し調子を落としてフォローします。よく見るとグラスとバックの境目にちょっとだけね、暗い調子があったので、それを今書き入れておきます。ここ、1ミリに満たない薄い細い線。左側はどうでしょう。左側はもうちょっと内側、バックから後ろから、反射光が入り込んでいるので、はっきり形が見えるのはこの辺かな。内側に向けてもうちょっと調子を強く入れておきます。はい、少しずつですけれども、なんかグラスの表面の筋、見える感じで書き入れていきます。結構このガラスを表現する際に、実際には見えていないけれども、縦線を、斜線をね、こう何本も引くとグラスらしさが出るんじゃないかと考える人いるんですけど、わざと嘘をつく必要ないですから、見えている線、見えている暗さ、調子を書き入れるようにして、あんまりこう脚色演出しすぎないで正直に書く方がいいと思います。はい、この辺も左サイドの明るいところを書き入れて、ステムそのものはね、結構細いんですよね。なので、練りゴムで消しすぎたベースの色はちょっとフォローしながら、フォローっていうのは、消しすぎちゃった、間違って消しすぎたところはもう一回調子をつけながら地の色を慣らしていきます。ここから先はね、一気に仕上げていきましょうね。形を整えつつ、左サイドちょっと暗く見えるステムの左の形決めていきます。この辺りから結構はっきりと形が見えてくる。ここはなんかぐるんぐるんしてるんですね。形がぐるんぐるんしているところはぐるんぐるん描いていきます。鉛筆を立てて、なんか不思議な変な形を見つけて、正直にその変な形を表現していきます。まずは明るい側は置いておいて、放置しておいて、暗い調子、暗く見えているところだけをね、描いていきます。
こは多分ステムの影が床にテーブルに映ってるんですね。この辺もうちょっと暗くてもいい。左右のバランスを見ながら右サイドも決めていきます。細くて薄くてっていうのは幅が狭いっていう薄さですけれども、いろんなものが映り込んで不思議な形が見えている。それを正直に変な形を再現していきます。この辺もね、何か断面をちょっとレンズ効果みたいな感じで映り込んでる形があるんですね。不思議な形が映り込んでいる。でよく見ると明るくハイライトがピカッと光ってるところ、練りゴムで抜いていきます。この辺り、この辺り。あと後ろのこの辺も結構明るくはっきり見えている。さあどうでしょう。グラスの内側はこの辺が明るく見えてるかな。でどっちが明るいか暗いかっていうと、バックよりもグラスの方が明るく見えてたりするので、ここも練りゴムを使ってグラスの方を描いていきます。なかなか滑らかな円弧にならなかったりしますけれども、こんな風に形をとっていきます。消しすぎたところは鉛筆でフォローして外側にぼかします。
さあ、ベースになるカップの部分が大体できました。あと床に落ちる影もこんな感じで、最後ね、カップの内側、ここ決めていきましょうね。 HB だけでいってみましょう。形のはっきりしているところ、線のはっきりしているところ、強めの調子でぐりぐり描いていきます。ここにも不定形、なんか謎の形がね映り込んでる。多分これステムの形が上側に上がって見えている。よくね、池に泳いでいる鯉を上から見るとすごく痩せて見えてたりしますけど、実際は結構太っていたりする。そういったレンズ効果によって水中のものっていうのはちょっと形が歪んで見えてたりすること多いんですよね。そんな風に歪んだ形を正直に追っかけることで、リアリティを出していきます。とこの中、内側の、水面はもうちょっと暗くしましょう。ここね、もうちょっと暗くしましょう。ベースをね。はい、なるべくタッチを、密にして、あんまり隙間ができないようにして、隙間ができた時にはそこを隙間を縫うように鉛筆のタッチを入れて、滑らかな調子で、ただ後ろ側、奥側はエッジがあんまりはっきりしないようにぼかした表現で描いています。で、内側になんかいろんなこうハイライトが、光が入り込んでたりするんですね。それも少し丁寧に見つけながら、見つけたハイライトをちょこちょこ入れながら、こんな風に表現していきます。変な形、不思議な形なので、あんまりなんでそこの形がそんな風にできているのかって考えすぎてもわからないことあると思います。正直に現象をかけていきます、ここでは。で、左サイドにもこの謎の変な形、不定形があるんですね。ぐりぐりと、なんて言うんでしょう。異次元の世界からやってきた、なんかうねってるような、マーブリングのような、そんな表現だと思うんですけれども、形を捉えていきます。なんかね、筋がね、ねじれてるような、そんな感じに見えるんですね。このガラスの内側が、そんな風になんか見えてると思うんですけれども、ここはグラスの方がちょっと暗いのか。端っこだけね。いつの間にかバックにつながる。さて、どうでしょう。こんな感じで、最後ここもちょっと決めましょうかね。強い黒を入れて接地面を力強く表現しておきます。左サイドはちょっと柔らかめ、右と左で少し表現変えてますけど、こちら側が左サイドはちょっとうねってる感じなんですね。グラスの形と床に落ちる影の形を同時に描いています。ちょっとここは影描きすぎましたね。描きすぎは練りゴムでフォローしておきましょう。はい、どうでしょう。今日はグラス、水の入ったグラスを描いてみました。いかがだったでしょうか。透明なものを描いてみたいと思うんだけれども、一体どうやって描いたらいいのかわからないっていう方は、この最初にベースになる調子をちょっとつけておいて、明るいハーフトーンですね。画面を汚しておいてから柔らかい調子で全体を捉えていく。
で、仕上げに向けて練りゴムを使ったハイライト表現。あとは、その鉛筆の先端を使った、今回は、使った鉛筆は HB と F だけなんですけれども、透明なもの、明るいものを描くときには、あんまり柔らかい、B 系の鉛筆よりも、ちょっと硬めの H 系、F くらいまでの鉛筆の方が適しているかもしれません。はい。輪郭を全部引きすぎないっていうのがコツといえばコツでしょうか。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。